皆さんこんにちは。イラストレーターのあきです。普段はデジタルイラストを描いて絵のお仕事をしていますが、空いた時間でアクリル画やオイルパステルでも絵を描いています。今回はそんなアートのグッズを初めて作りたいと思い、ちょうど先日バレンタインだったので、アートで思いを伝えるをテーマに手作りのレターセットを作ることにしました。今回の動画はそのレターセットを作る過程と、初めてのレターセットを作ってみて商品化はできるのかのところも含めて話そうと思うので、よかったら最後まで見てもらえたら嬉しいです。今回のレターセットはまず元になるアートを2つ作る予定です。1つはメッセージカード用でニュアンスアートを作っていきます。完成したアートはスキャンしてメッセージカードのデザインに入れる予定です。もう一つのアートはお花の柄をあらかじめオイルパステルで描いて、それもスキャンして印刷して封筒のデコレーションに使う予定です。封筒の風に使うシーリングスタンプも作って、こんな感じのレターセットにする予定です。それでは最初にメッセージカードのデザインに入れるニュアンスアートを作っていきます。ニュアンスアートの作り方は右上の過去の動画をぜひ参考にしてみてください。今回はこちらの過程は割愛させていただきます。こんな感じでピンク系の淡い色合いのニュアンスアートを作ってみました。次にできたニュアンスアートをスキャンして画像化します。私はお家にスキャナーがないので、印刷屋さんかコンビニの印刷機でスキャンしています。今回はこちらのセブンのマルチコピー機の使い方をご紹介します。まず最初にスキャンを選択してスマートフォンへ保存を選択します。セブンマルチコピー機のアプリをあらかじめスマホにインストールしておいて、スマホ側もスキャンを選択してコピー機の Wi-Fi 接続を開始するを選択します。スマホの方も接続を許可を押してコピー機で次に進むを押します。この後はコピー機の画面でスキャンする大きさやカラー、濃度などを選択します。私は画質は写真、解像度は 400dpi、濃さは下から2番目の濃さ選んで、画像形式は JPEG を選択しました。キャンバスをコピー機にセットしていきます。コピー機で原稿を読み取るを押して、読み取ったらコピー機の画面でプレビューが見れるので、大丈夫そうだったらこれで決定を押します。スマホの方にも画像がアプリに届いているので確認します。こんな感じでアートの細かいデコボコが結構綺麗に読み取れています。スマホの方でアプリから保存して完了です。コンビニのコピー機の性能が想像以上に良くて、印刷屋さんのスキャンと仕上がりも変わらないので、私はよく使っています。スキャンの金額はセブンのマルチコピー機でカラーで1枚あたり30円でした。お家にスキャナーがない方はぜひおすすめです。次は移動して無印良品に来ました。シンプルなメッセージカードと封筒を購入したいと思います。こちらの5枚セットの白の封筒と、こちらのポストカードサイズくらいの10枚入りの無地のメッセージカードを購入しました。お家に帰ってまた作業スタートです。封に使うシーリングスタンプも作ってみました。ドライフラワーと組み合わせてゴールドやパールの色合いで作っています。裏に両面テープを貼ってシールにしています。
花の柄をオイルパステルで描いていきたいと思います。今回お花はアネモネを描いていきたいと思います。こちらの封筒の三角の部分に貼り付けるためのお花の柄になります。こちらのポストカードサイズくらいの画用紙に描いていきたいと思います。周りにマスキングテープを貼って固定しています。マスキングテープで周りに白の余白を残すと絵がおしゃれになる気がします。後で気づいたのですが、お花の柄を作るときはタイルのように柄を並べたときにどこでカットしても柄が切れないようにちゃんと計算して描けばよかったと思いました。中央に濃い色を入れるだけで一気にアネモネっぽくなる気がします。最近デジタルイラストのインスタグラムでもお花シリーズのイラストの投稿を始めたので、よかったら遊びに来てもらえたら嬉しいです。絵が完成したのでマスキングテープを剥がしていきます。オイルパステルはそのままだといろんなところに色がついてしまうので、必ずこちらのクレヨン用の定着剤をかけています。次にスキャンしておいたニュアンスアートの画像を使ってキャンバでメッセージカードのデザインを作っていきます。プラロールで保存しておいたアートの画像を読み込んで、いらないところをトリミングしながら思いつくままにデザインを考えていきます。封筒にアネモネの柄が入るので、メッセージカードは裏面をニュアンスアート、表面にアネモネが入ったデザインでメッセージを書けるようにしたいなと思ったのですが、印刷がうまくいかなかったので結局違うデザインを後から作り直しました。せっかくなので載せておきます。そしてまたコンビニに行き、先ほど描いたアネモネの絵をスキャンしてそれを A4 に印刷していきます。こちらの紙を封筒の三角の形に切って貼る予定です。デザインし直したメッセージカードも印刷しました。さっき印刷してきました。こっちが元になる描いたイラストです。でそれをA4 の紙に印刷してきたので、それを今からこちらのここの部分に貼っていこうと思います。切るところを薄く線で印をつけて1枚ずつ描いていきます。これをきれいに切れないと貼るときに元の封筒からはみ出したり足りなかったりして調整するのがとても大変になるので、慎重に1枚ずつ切っていきます。そして封筒の三角の部分に切ったお花の柄を貼っていきます。これがまた少しでもずれると調整が大変なので、とても神経の必要な作業でした。やっぱり世界に一つの手作りなので、作るのはとても大変なことばかりだけど、贈り物と一緒に入っているお手紙がすごくおしゃれで可愛かったら感動もきっと倍になると思うし、より気持ちが伝わる気がします。今回そんな風に思いが伝わったらいいなと思い、こちらのレターセットを作ることにしました。そして水色バージョン用にまたシーリングスタンプも作っていきます。シーリングワックスはこちらのブルーにすることにしました。ドライフラワーは緑や白などを使いたいと思います。シ
ーリングスタンプをするのは正直なところ時間がかかります。ろうがゆっくり溶けていくのを見ていると、日頃の忙しさを忘れて気持ちが無になれたり、自分自身への癒しにもなる気がします。ただ今回レターセット用にたくさん作ってみて、シーリングワックスの封を作るだけで1時間以上かかったので、やっぱり商品にするにはもっと短い時間で大量に作れるようなアイテムが必要だなと思いました。やってみてわかることは本当にたくさんあるなと思います。今回こんな感じでレターセットが完成しました。今回思いを伝えるアートのレターセットを作りたい、そう思い初めてのレターセット作りをお届けしました。本当はこちらのレターセットの第1号をプレゼント企画でプレゼントした後に、実際に初めてのグッズとしてレターセットを販売することが目標でした。でもやってみてわかることは本当にたくさんあります。今回とっても悔しいけど、結局今は商品化はしないという結論になりました。最後にちょっと今回レターセットを作ってみて自分なりの感想なんですけど、結果的に言うともう自分で作るのなんてもう絶対無理って思いました。最初にこういうのを作りたいっていう理想形を決めて、それをどういう風にしたら作れるかっていうのを、材料とか作り方とかを考えたり調べたりして作っていったんですけど、そういうその理想形がよりオリジナルであるほど、こだわりがあるほどすごい時間も手間もかかるなって思って、例えばもうレターセットにするデザインを入稿して、あとはもう印刷するだけとかだったらその工数はほぼかからないと思うんですけど、もうよりオリジナルにするとやっぱりすごい手間と時間と材料がかかるなと思いました。私の自分のモットーでアートを身近に感じてほしいっていう気持ちがあるから、商品の金額は正直そんなに上げたくないなっていうのがあって、でもこだわりは詰め込みたいんですよねその狭間でできるだけその挑戦したいなって思ったので、結果的に今の自分だとここまでしかできなかったから、もっとリサーチも必要だなと思いました。なのでもしこんなアイデアあるよっていうのがあったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。ちょっとこれは悔しいので、またいつか挑戦したいなと思います。今回はこんな感じで初めてのレターセット作りをお送りしました。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。